ったら面白い。外人さ、映像って外人。あそこのどーっと聞こえる外人が気持ちよかったね、昔から。今、テレ隠しで、おじさんとか、疲れるから、涙ができますけど、本当は力がない人もできることを覚えて、指導がないです。強いやつは体が恵まれてる、どの子も。その子強いから、例えば女性が襲われたらどうなのか。そのことってやる人、教える人もいっぱいいますけど、それが現実かどうかそう考えたら、じゃあ試合出してみて、どこ出してるじゃないですか。何度ですかみたいな。分かってるんですよ、できるかできないか。嘘つきたくないんですよ、本当はそうかばね。成績がなって無理だと言われないから、だから本当にちゃんとしてるんですよ。なるほど。で、勝手な話で、知り合い恥ずかしいって言ってますけど、サボりたいって、本当は自分のパワーができるんだろう。他のことできないと思って、昔分かってお父さん怒られたんですよ、じいちゃん先生。お前はできるんだろ、強いからさって言われて。弱いやつはどうするんだ、落ちちゃいけないかって言われて、はぁってなって、あれが指導者としての走りです。なるほど、なるほど。大丈夫ですか、お話。いや、大丈夫です。いや、でも確かに、だって、言ったら、ちょっと教えてもらっただけで、自分で分かりますもん。武器だなって。これ、武器だなって分かります。いや、でも、ボクシングもすごく強いと思うし、あれですね、あれだと思うんですけど、そういうもんじゃないですよね、やっぱりこう、どちらかというと、KO する感じだから。僕がのイメージは、壊すんです。ですよね。いや、だって、ボクシングって、典型的なのは、体重が一緒じゃないですか。だから、こんな技ないんですよ、結局。今先生おっしゃられてるのって、もう想定が、例えば120キロのやつ、じゃあどうやるんだとか、なった時に、こう打っても絶対負けるようなって話じゃないですか。でもこれって、先生100キロですよ。今90ですか、100ですか。全然余裕ですもん。効くんです。それで、その間、細くと見たら棒が通して、細くと見ですよ。棒が硬ければ、自分からでも痛いやつ、痛いです。これにならないといけないんです。要するに、相手が来たら、これで相手の力で倒せる。これがこうなったらダメなんですよ。ここに打ったら痛い。あっちが動いたらダメなんですよ。やっぱりあれですよね、この拳の力を 100% 相手に伝えようと思ったら、自分がポニョってなったら、こうなったらダメってことですよ。先生おっしゃられてるやつですよね。足をしっかり踏ん張って、ポニョってならんように、負けんように。そう、本当、これだったら、相手がこう来ても、残るんですよ。こういうことですよ。10分の全部です。ということです。来たのかということですよね。はい、最初にやっぱりだけど、不思議な体を打ってる力もいっぱいあるじゃないですか。硬いだけじゃなくて、だからダウンの話が一番しやすいです。今度ダウンのやりましょうね。今あるから。例えば、ちょっといつもこれもどんなに頑張ってもいいんだけど、その引いたら、もう、多いですから。これがですよ。感覚が読める人、この距離。痛くない、近くなってるんですよ。これが測れる人が痛い、強い、倒せる。無駄な力。なるほど。はい。これがこの距離だったら、この距離の低い入らないと届かない。短い。なるんですよ。これだとこれでこの長さの検視距離も。これがこれでやってると届かないけど、この距離だとこの距離で。ってなってくるんですよ。この距離が。これがこの距離が上がってくると、うちにここが体にいっちゃうんですよ。これが測る。だから上手い人は、例えばここできない上手なんですけど、例えばこれでパチンってやりました。下がってください。この体もパチンってやりました。近づいてください。このままパチンできるんです。この距離でできるんです。なるほど。これができてる人が倒すの。なるほど、なるほど。このパチンって今分かったでしょ。痛い時と、不良の時とでしょ。これでこうなんです。だから動いてる。だから本当に止まったら誰もできるんですよ。練習中は。なるほど、なるほど。その時の 100%、その時の 100%。これが100%が決まってる練習が壊れるし、割れるんです。なるほど。なんか伝わります？わかります。ただでもボクシングで距離が取る人が上手なの強いじゃないですか。あれも全く多分同じなんでしょうか。自分の距離感っていうのをしっかり正確に取る。あれなんですけど、自分が 100% 倒せる距離をつかめてる人が100点なんですよ。ということなんです。そうです。そして、昔から言ってますけど、難しいですよ。自分が一番強く蹴れる、つける距離を保ちなさい。自分が一番やられない距離を取りですよ。これ、なかなか難しいです。でも、理にかなってる説明なんです。なるほど。
切り花って昔ほとんど使わないじゃないですか。特に腰から上蹴らないじゃないですか。あれってのは足場がやっぱり悪かったとか。いや、下の蹴りは2つしかなくて、金的か足を折って終わりって言っても終わらす話しかなかったんですよ。なんか昔の人だけど上段蹴れなんて発想、余裕で持てるじゃないですか。でもやらないっていうのは、やっぱりその武道っていうか、実践の場ではあまり機能しなかったのかもしれないですね。多分昨年の J と一緒と思うので、はあんまり差数を使わないですよ。はい。みたいなことあると、次に教わらない。ええ。で、前蹴りは手を使ったみたいですけど、これもだから周り手がつってましたよ。あ、そうなん蹴ですりとどっちかというと手がついたりしてましたよ。ああ、そういうことですか。なるほど、なるほど。片足の方ですか実際、モーションが小さい技がものすごく多いじゃないですか。例えば説明が出た時に何の中継が多いか、30メーカーで、それと結構応用だって、基本は中心線、正中線を守る方が入ってるんですよ。はい。後付けなんですよ。体が強い人、パワーがある人はその時に自分の次に行けるって言われてます。はまずは身を守りなさいねからもっと内側が多い。い。だからどっちがこうやるんです。基本だから。あで戦う場合の応用とか始まったけど、意味が違って言ったから、そこまで行ってしまったら説明しちゃうじゃないですか。書いてあったじゃないですか。はなんで宇宙系が多いのか分かるよと思うんですけど。い。まあ、実際ここを守るには、急所の基本が入ってるのは基本だから。一番効率いいのはオーデルということですよね。身を守るがかける。先やるんです。身を守る中心線、正中線は。だって、ここ守るのに、はい、手順な。こう真ん中守りたいよって言って、自然にじゃあやってくださいって、こうはあんましないですね。しないですよ。嫌いなことがないですよ。こうしますね、やっぱり体に。こう。やってはいけないと思うんですわ。だから、殺し屋の時代にやってないですよ、侍の刀持ってるっていうの。よし、こいっていう人は、達人の達人じゃない、これやらなかったっていうから。はいはい。そういう人はね、そういう話の流れだったんです。それをね、なんでかって言われた。昔はこうだったから、急所。優先、身を守るからちょっと変わってないからね、っていう話になってくるんです。僕は答えがよろしいかわかんないですけど、想定が違うっていうことです。そう。身を守る。まず急所から。ありがとうございます。はい。